guys, it's Saki. 皆さんこんにちは、さきです。今日はいろはこっていうカフェにソガさんに会いに来ました。I'm gonna introduce you Soga san. He is a cafe owner. Cafe's name is いろはこ。Let's check. あ、こんにちは。お世話になります。お世話になります。あ、これ映ったまずそうっつうんでちゃんとモザイクかけて顔にかからんよ。顔に全部かかったのですごいショック。あ、そんな風に思っとってたんだと思って。川本実際来てどんな感じですか、地域の方々とか。お店を作ったことによって地域の人との関わりは増えた。なんか今までは協力隊だけどさ、どういうことやってるかっていうのは町の人には分かんないかったんだけど、それがお店っていう一つのメディアみたいなものを持ったことで、どういう活動をやってるのかな、どういうね思いでやってるみたいなのが割と見えていったっていうところがあって、地域の人は逆にこう僕のことを知ってくれてる状態だからすごい楽よね、話すのも。ああ、どこどこの誰々。どこどこの誰々っても知ってるから。確かに地域おこし協力隊の人って何してるかわかんないです。なんでカフェにしたんですか、始めるものを。いろんな人が割とこうオープンに入ってきやすい業態がカフェかなと思って、カフェとか地域のママさん世代とか、子供さん連れてくる場所がないみたいな。なんかそういう課題意識だからキッズスペースがあるんですね。まあお家とか学校とかじゃない第3の場所的な、よくサードプレイスって言われる。めっちゃ今発音良かったですね。プレイスってやったぜ。そんなに良かった。はい。本当。バーベキューの資格持ってるじゃないですか、なんであれを取ろうと思ったんですか。あれはね、取ろうと思ったきっかけはもう一個のその協力隊の観光の仕事、夏にイベントを企画するっていうのがあって、アウトドアイベントだったんだけど、その時にどういうコンテンツをじゃあやりますかみたいな話になって、なんかバーベキューやりましょうってなって、でも焼く人いないよねって、でじゃあ僕インストラクターになってきますって兵庫まで資格取りに行って。ここっていつ開かれたんでしたっけ。去年の11月なんで2019 19の11月。空き店舗を回収してって感じだね。なんで地域おこし協力隊になろうと思ったんでしたっけ。半年前長野に行って、まあそれも I ターンで入ってて、一人で知らない町に行くと自分がしたいっていうこともなかなかできなくて、なんかどうしようかなって考えて、まあ行政の方が結構みんないろんな人を知ってるからね、紹介してもらったりもあるし。で長野県からこっちに来たんですか。そう。なんで長野から島根に。ジョインっていう移住のサイトがあって、全国北海道から沖縄まで200自治体ぐらいが募集してたんだけど、まあ、上からちょっと片っ端に見てって、だから川本町面白そうだなみたいになって。あ、じゃあもう島根県というよりは川本町に目がいって。そう。どんな感じで載せられてて、どこに惹かれたんですか。なんか単純にホームページちゃんと整ってたよね。綺麗だった。あ、そうなんですか。割とそこで判断してるところもあったかな。入り口大事ですね。じゃあ割となんか古いホームページやってる女性もあるじゃん。若い人の考えが反映されないのかなってやっぱ思っちゃったりとか、ちょっと不安に、ね、なったりすることがある。いただきます。産地が作ってくれました。ありがとうですね。いや、そんな声いいな。そのナレーションいいな。クレソンの冷製スープです。めっちゃ美味しい。いや、美味しい。美味しいの形容詞を使わずにて。シャキシャキしてて、まあもちろん冷たいんですけど、夏に持ってこいって感じ。なんか食感も味も楽しめるスープ、濃すぎずあっさりしてる、甘みも感じる。そう。クレソンの農家さんがいらっしゃって、その方が作ってるクレソン、そのクレソンの味を生かして調理してくださってます。クレソン普段食べへんもんな。岩塩使ってるの、岩塩とオリーブオイルとで。ハンバーグはもう王道です。美味しい。お米もやっぱ美味しい。幸せそうだ。以上です。美味しいね。めっちゃこだわってる。三上さんから指導を受けてあ、これコーヒー入れてらっしゃる。ケニー。
なんか変わってる、変わってる。ケニアの味がする。どんな味やねん。苦さは？苦くない、苦味ない、味わったことがない。あ、でもコーヒーじゃない。コーヒーって感じじゃない。コーヒーって感じじゃない。コーヒーって感じじゃない。飲食店始めてから食に対する意識はすごい変わったけどね。あ、そうなんですか。どう変わったんですか。新鮮なものを食べようだったりとか、まあ自分で作るようになったから、自分の中でもなんか腕がグレードアップしてる感覚はもう料理下手っぴだったからさ、俺は。そうなんですか。全然想像できないです。本当？いや今もでもねそんなに上手ではない。上手ではないけど、初めはさ感覚的になんか調味料入れるとかなんかさ言われて分かんなかったわけ。料理できる人ってなんかさ適当にやっててなんかこうあ、そうそうそう。何みたいな。だからそれを最近ちょっとなんかその感覚が分かってきて、まあ少しずつだけどね。勉強中ですが、例えばすごい油っぽいもの、ステーキを研究しようってなってステーキをたくさん作るとするじゃん、はい、たくさん食べるじゃん、はい、でそれ結構自分にも害じゃんたくさん食べるっていうところから健康面すごい意識するようになって結局作って自分で食べるんだから、まあ、美味しくて健康的なもの食べないとなみたいな思考に最近なってきて、そうするとねやっぱあんま太んなくなる、まあ、変な調味料とか言えないし新鮮なものを食べるし、栄養素が高いものを食べるしみたいな。うち何でも美味しいですもん。魚も野菜も。そうだね。食材がもう美味しいからさ、俺みたいなあんまり料理そんなやってこなかった人間でもさ、頑張ればなんとか なる一定のラインまでは。量だね、量。大学で言うと。誰も曽我さんがここでカフェ開くなんて想像してなさそうですもんね。あ、昔の友達とか、はい、しないでしょなんで島根におるって言われるの。確かに意味わからんもんね。俺もわかりませんって感じで、何しとんかわからんってめっちゃ言われるわ。めっちゃいいですね。いい？羨ましいです。本当？そうなりたいです。相手をこう惑わす感じが面白い。惑わす。この前サップのインストラクターをやってる。サップってわかる？はい。はい、今入り郷野川で子供たちに教えるってやってらっしゃる。DIY リフォームアドバイザーって資格はここをやる前に取りに行ったね。ちょっと本当に全然わからなくてさ、はい、インパクトドライバーを持ったことなかったよ俺。ウィーって言って一通り学んで、じゃあ実践にって。でこれができるわけですね。結構そういうことが多いかもね。なんかやっちゃうなと思って、じゃあやってみようって言ったらできないなってなって、じゃあ勉強しに行こうっつって好奇心だけで動いてるからさ、次来た時にまた進化してそうな。干潟ってことで進化多分してると思う。何らかの